すする TV。 ずるずるどうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、最近ですね、なんか周りからもちらほら名前を聞く町中華の名店へ突撃したいなということで、こちらのお店です。ドン。東京メトロ丸の内線新中野駅などなどから徒歩5分くらいのところにありますなおちゃんラーメンさんにお邪魔してます。こちらなおちゃんラーメンさんはですね、数々の芸人さんや芸能人の方々が訪れてメディアでもね取り上げられている町中華の名店です。メニュー豊富でボリュームあってさらに安いという、もうまさにねもう町中華のお手本みたいなお店らしいんですよね。ラーメンはもちろんなんですけど、チャーハンとか餃子も美味しそうで、本当どれを食べるか迷っちゃうぞということで、とりあえず向かっていきましょう。さあというわけでね、新中野駅近辺来てるんですけれども、まずはね新中野の名所紹介しましょう。こちらです。ドン。パーラースーパーセブンですね。いや僕もちょっといつかねリゼロで152円させてみたいですね。今回行くねこのなおちゃんラーメンの近辺、丸の内線の駅の沿線のあたりって感じなんですけど、ここら辺ってね、もちろんラーメン屋さんの専門店の名店も結構あるんですけど、町中華がね結構強いエリアかなっていう風に個人的には思ってます。昔から続いててね、その本当地元のみんなに愛されているようなメニュー豊富でボリュームあって安いっていう、もうこの3拍子揃ったね町中華の名店非常に多いエリアで、なんか丸の内線ってね絶妙にちょっと行きづらい場所なんですよ。ちょっとなんていうんですか、乗り換えが多くなっちゃうんで絶妙に行きづらい場所ではあったんですけど、たまにやっぱりねチャーハンを無償に食べたくなる時ってすごくあって、そういうのもあって今日はちょっとね重い腰を上げてなおちゃんラーメンさんの方に向かおうとしてます。やっぱね毎日ラーメン食べてるとね、やっぱ米が無償に欲しくなる時ってあるんですよ。結構米が欲しくなる時ってやっぱこういう町中華のお店か家系ラーメンのお店に行くっていうことが結構私すする的には多いですね。はい、もちろんこうねなんかラーメン屋さんのサイドメニューとかのね、チャーシュー丼とかでも結構美味しいところあるんですけど、やっぱりなんかチャーハンとか白米ってこう結構別物な気がしてて、やっぱ町中華のねほんと昔ながらの中華そばに町中華ならではのチャーハンを合わせて食べるのって本当になんか至福の時って感じなんで、めちゃくちゃ楽しみなんですよね今日本当に。しかしね今回のなおちゃんラーメンさん本当いろんなメディアでも取り上げられてて、町中華好きの間ではね結構有名なお店みたいなんで、これはねちょっとラーメン好きとしても抑えておかなきゃいけないでしょっていう感じなんですよね。何回かね前通りがかったことあるんですけど、結構渋くてねめちゃくちゃいい外観してるんですよね。いやー楽しみだな。何食べようかな。めちゃくちゃいい雰囲気してますよ。とりあえず早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。さあなおちゃんラーメンさん注文せです。今回はおすすめセットの1番半チャーハンとラーメンのセットにワンタントッピングを追加しました。おそらくなおちゃんだと思われる店主さんが目の前でチャーハンを炒め、おかみさんがひなざる使って麺上げを担当。ほっこりしちゃう愛のある注意書きも発見していい気分で待ってると。こちらがなおちゃんラーメンさんのセット1番半チャーハンとラーメンセットワンタントッピングです。ほうほう、これぞ町中華のラーメンといったオーソドックスなビジュアルでずっと眺めていたいくらいに安心できる。そして半チャーハンはしっかり醤油色をしており、まさに名コンビだぞってことでいただきます。ではまずスープから飲んでみましょう。優しさに包まれるようにふんわりと広がる鶏ガラ醤油味で町中華ラーメンのお手本のような味わい。こういった落ち着いた味わいは毎日食べたくなる実家のような安心感があり、サングラスを投げて早くもスパートをかけてきます。さあ続いて麺とご対面。ただいまと挨拶したらはいすするゆのん。つるもち食感の中細麺はすすり心地がよく、おかみさんの熟練の技による絶妙な茹で加減でもちもちとした食感がこれまたいい。優しい味わいの醤油スープとの絡みはまさに店主さん夫婦による二人三脚のように素敵な相性で、銀シャリのなおちゃんだったらこれに対してどんな例えをするのでしょうか。さてここで追加トッピングしたワンタンを食らってみましょう。ほほう、分厚めの皮で力強いもちもちっとした食感を持ち、ちょうどでかいやつも発見してなんかテンション上がる。あんは小さめながらもほんのりと生姜が効いていて後味がよく存在感を発見。ちょっとした味変のような効果をもたらして実にまた素晴らしいすすりをさせてくれる。さあ準備は整った。いよいよ半チャーハンの登場。パクリとグラウご風魔。強めに効いたペッパーと醤油の香ばしさが最高で、米も一粒一粒にしっかりと油がコーティングされたパラパラ寄りなものでふっくらとしていてうまい。すかさずラーメンスープと合わせれば相性抜群。道場師範代で往復技が止まらない。
ラーメンとチャーハン、この2つが揃うことによって真の力を発揮すると言っても過言ではなく、合体パワーの恩恵を可能な限り十二分に受けていきます。てな感じでチャーシューは脂身と肉質のバランスが程よいノスタルジックなもので、味しみもいい感じの美味しいチャーシュー。麺まで箸休めをして一旦落ち着いたらラストスパート。チャーハン食らってまたチャーハン、スープを飲んで麺すする、いろんなものをどちゃんこに味覚が求めるままに食べ進めるのは無心でありながら愉悦を求める楽しい時間。チャーハン皿を抱えて一切離そうとはせず、もりもり書き込みまくっていろんな画角で攻めていったら本日も完食。最後に飲む水もうめい。大変美味しくすすれました。ラーメンの種類や定食メニューも豊富で、近所にあれば通いまくること間違いなし。こうした古き良き町中華の名店はいつまでも残り続けてほしいです。それではどうする。はい、ごちそうさまでした。というわけでなおちゃんラーメンさん行ってきたんですけれども、いやーうまかったっすね。特にもうチャーハンめちゃくちゃ美味しかったっすね。もうラーメン自体はねすごくシンプル、ベーシックなオーソドックスな東京の鶏ガラの醤油ラーメンといった感じで、着丼の瞬間からね結構ふわっと鶏の香り漂ってくるんですけど、めちゃくちゃ突き抜けてるっていう感じじゃなく、本当にシンプルな昔ながらの中華、大丈夫？もっとシンプルなね昔ながらの中華そばって感じだったんですけど、ラーメンがねチャーハンと合わさるともう2倍3倍いや5倍6倍8倍9倍にもうまくなるっていう、もうなんか旨味の相乗効果がね本当にすごかったな。チャーハンはしっかりねご飯の一粒一粒に油がコーティングされててパラパラ寄りな感じね。それでいて黒胡椒がねしっかり効いてたんで、僕黒胡椒はねそこまで得意じゃないんですけど、黒胡椒がね結構しっかり効いて食べた瞬間にガツンとパンチもしっかりありつつ、奥の方にねしっかりと醤油だれの旨味も感じられるようなチャーハンで、もうチャーハンのね色からしてめちゃくちゃ食欲そそられちゃったんですけど、また一つね美味しいチャーハンのお店を発見してしまったなって感じで、店内の雰囲気もねすごく良かったですね。いわゆる多分店主さんがなおちゃんっていうのかな、店主さんがねチャーハン振って、おかみさんが麺揚げとかをするっていう、しかも麺もねしっかり平皿で揚げてまして、おかみさんが揚げてくれたね麺も美味しかったですね。つるしこ食感で優しい鶏ガラスープともねよく合ってて、確かになおちゃんラーメンはねもう名店と言われるのも納得というか、メニューも豊富でね、常連さんらしきお客さんもいたんですけど、常連さんらしきお客さんはね結構ラーメン以外の定食メニューとかも頼んでましたね。いや確かにお店は通いがいがありそうなメニューいくらでも掘れますからね多分。今回ねちょっと餃子スルーしてしまったんですけど、次回はねちょっと餃子もつけてね定食メニューなんかも行ったらめちゃくちゃ良さそうだなっていう雰囲気ありましたね。また一つ町中華の名店を見つけてしまいましたね。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、なおちゃんラーメンさん、町中華の中の町中華や、チャーハンは最高でしたね。どうもチャレゾウです。のびです。本日はなおちゃんラーメンと、はい。ずっとね俺も気になったのよ。いや俺もね事務所が中野なのでよく通るからね。近くにあって、すごいありがとうございますって言ってくれて言ってくれてありがとうございます。ありがとうございます。ごめん、はい、皆様のコメントに 3TV を返信するのびで返信していくコーナーになっております。はい、皆様コメントいつもありがとうございます。ありがとうございます。またこちら、はい、首にかけたタオル邪魔じゃないんか。邪魔なわけあるかねえ、命綱ですよ。そこも含めてすするだから。そう、もうそれがパーツになりつつあるからね。タオルあり機能すする、どっちが本体かみたいな話になってきてるからね。もうね、ニット帽じゃなく今やそうタオルですから。もう汗かきの生命線でもあるからね。わかりますけど、もうタオルがないともうこの夏やって、もう冬すらやっていけないんだから、タオルがないと。次回の T シャツはタオルですから。そう、汗を服にも使えるし、冬はマフラーにも使えるっていう。タオルってねすごいのよ。マフラーすら取り上げられてるからね、初期はあったのになぜかそしてこちら、どこの眉毛サロン行ってるんですか。言ってないわすごい、すするの眉毛でも確かになんかすごい整ってんだよな。そうやねんな。でも全くお手入れしてないらしいですよ。本当ですか。この肌が綺麗な女性が「いや何もしてないですよ」っていうのみたいな感じで、じゃあやってるすするなんか言ってくるのよ。やってるやん。眉毛何もしてないけどなって。鉄弁と一緒やんかそれ言ってくんだよ、するさんは。言ってくんですね。